おはようございます。画家のギソです。今日はですね、冬の安曇野を描いてみようかなというふうに思います。こちらの写真を使いながら描いていこうと思います。ポイントはやっぱり枯れたススキでしょうか。こちらをどういうふうに描くか。今回マスキング液を使っていこうかなと思います。マスキング液ですね。このスティック状のものを僕は大体中心に使っておりますけど、こちらの方を使いながら描いていこうかなと思います。それでは解説をしていこうと思います。今日はですね、キャンソンボードというキャンソン紙が貼り付けた厚紙に、描いていっております。鉛筆でまず下書きをしていっています。そんなに厳密にしっかり取るというわけではなくて、ある程度大雑把に、取っていっております。大きくね。で、鉛筆軽く持ってください。軽くね、本当に立てて書くというより鉛筆の腹で寝かせながら描いていって、練り消しとかですぐ消せるように、していくことがいいと思いますので、そんな感じで、書いていってます。ちょっと鉛筆横からですね、取った画面も載せておこうと思いますけども、これぐらい本当に軽く触っている感じです。ちょっと横からもちょこちょこ画面入れていきますので、拡大した画像ですね、を入れていこうと思います。今回のポイントはやっぱりどうしても新緑とかね、あんまり絵になりにくいかもしれないけども、それを絵にするということで、これマスキング液を使いました。マスキング液のシュミンケという会社のスティック状のものです。スティック状のもの。で、僕はこれを結構使ったり、ホルベインさんのも使ったり、ピンクのやつとかね、使ったりします。で、マスキング液筆とかで使われる方もいると思いますけども、僕はだいたいスティック状でもうだいたいしていって、最終的には細かく描いていくという感じが多いです。なんで細かいやらんのかって言ったら、そこまで丁寧な仕事をしないというか、なんとなくザザザザとできるスティック状のが扱いも楽やし、筆のあれですね、洗うのとか難しいじゃないですか。で、ちょっとそういうのでスティック状が多いです。この辺もちょっとかすらすようにわーっと書いてったり、ベトーっとねっとり塗るという感じではないです。もう僕は軽くさささささと書いていきます。最終的には描いて、ちゃんと形にしていくということをするので、あんまりベターっと塗るというか、で、雪のとことこのススキかなんかが枯れているという、このあたりがポイントなんですけど、特に枯れてるススキどう描くかというところですね。そして書き出す前はこのように、霧吹きで、パレットの絵の具を少し柔らかくしておきます。シュ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 と。ね。さあ描いていきましょうということで、まず空の部分ですね。で、雲がありますので、雲のところというのを少し塗り残して、水だけでまず、塗っていってます。この水で塗って後に絵の具を今ジャバッとつけましたけども、で、ここのところすごい難しいですけど、手前の方にやっていくと雲のエッジは強くなりますし、ちょっと斜めにね、向こうの方に流れるようにちょっとしておきました。そうすると雲のところのエッジっていうのはそんなに強く出ないので、で、たまにまた水平にしてみたり、また奥の方に絵の具を垂らしてみたりとかなんかしていました。その間に雪山の方を描いていっております。長野県の安曇野ですね。この間取材の方に行きました。いや、非常に良かったですね。ちょっと後悔してるのは、もっと水をしっかりと写真とか、川の水とかがめちゃくちゃ綺麗で、なかなかやっぱり南アルプスの天然水というだけあって、めちゃくちゃ綺麗ですね。そのあたりをもうちょっと取材もできたらなと思ったんですけど、また機会があればぜひぜひ行こうかなというふうに思っているところです。安曇野とかね、長野県とか新潟とかあの辺りとかもまた行ければなと思います。とにかく日本のね、行ってないところをなるべく行こうかなっていう、もちろん海外とかも行きたいんですけども、やっぱり日本をちゃんと見ないとなかなかなんていうか言葉にしにくいというか、皆さんから送ってきてもらう作品とかの公表していて、憶測で喋るんじゃなくて実際見てみるとまた、皆様に返す言葉のリアリティというのが変わってくるんじゃないかなというふうに思っているところがあるんですね。どうしても僕はその辺っていうのが自分の実体験というのを通してやらないとなかなか言葉が紡がれてこないタイプの人間なので、で、今、山の方を描いていってます。マスキング液の中にボコボコしてる中にしっかりと絵の具が入るような気持ちで描いていくところはしっかり描いていった方が、マスキング液を剥がした時にそこのエッジというのが強く出てきますので、そのあたりというのは、で、単色で塗ったり、そこの中にちょっと違う色を差し込んだりとかして遊んであげてみてください。そうすると結構マスキングの効果って結構出てきたりもしますよ。で、手前のね、奥から中継、まだ乾かないうちですけども、ちょっと空気遠近法的に奥の方から徐々に手前の方に濃く描いていく感じですけども、
今描いていってます、中継。まだこう絵の具が乾いていないので滲んだりもしますけど、まあその辺はこうご愛嬌というか、まあなんかそういうのも絵の面白さやと思うんです。面白いね、こうなんかこう全部が完璧にいくということじゃなくても、ちょっとぐらい失敗したりとかですね、少しなんかこう偶然的にこうなんかできたというところも味みたいな感じがあってもいいんじゃないかなと。そしてこう水のところというのは本当にこう、なるべくこう、まあ、水平が多めに塗りながら、こういうこう大きなストロークみたいなのって結構皆さん、あまり得意じゃないみたいなので、こういうのもちょっと訓練されてみるといいと思いますよ。大きなストローク、ピュッとね、っていうところも少し頑張って訓練されて、見てもいいかなと。どうしてもこう小手先になってしまうと手のストロークはちっちゃくなるので、大きなストロークみたいなのはちょっとこう訓練とかされてみたらいいかなと思います。まあ、やっぱでっかい紙とかをね、少しこう用意しないとなかなか難しいかなと。クロッキーなんかやるときとかは、なんかバーッとクッダーッとクッザとかっていう風に、ちょっと大きなストロークみたいなのを入れていってあげた方が絵のバリエーションで出てきますよね。どうしてもこうマスキング劇の細かい仕事とそれに相対する動きみたいなのがこう入り混じってきたら、まあこれは本当にこうなんていうか、僕は写真をそのまま写すという感じで描いているわけではないので、やっぱりそのモチーフの持っている臨場感とかなんとかっていうのを表すためには、そのようにこう大きな振り幅のある、テクスチャマチエール筆致とかを活かしていきます。この辺りは早送りで少しお見せしてます。まあこうやって僕なんかはこう描くところは大事にして、まあそうじゃないとこちょっと気抜くじゃないけども、ただそこのところを、まあ、ある程度こうかっこよく見せるというか、ビチッと描いてしまうと息苦しくなってしまうので、ちょっと水彩なんかは少し遊びみたいなとこも入れつつ、描くところはしっかり描くみたいに僕は結構することが多いです。まあそれはそれぞれのまちまちだと思います。ちょっとこうドライヤーで乾かしたんですけど、乾いてないところとかはちょっとティッシュで軽く拭き取って、またドライヤーとかをかけてみるとかして、行ってみてもいいかなと。でこれ1回目のマスキングなんですけど、これ2回目今始めました。2回目のマスキング、こんなこともいいんですよ。マスキングを2回やるっていうことをしてもいいと思います。こう下が完全に乾いた状態ですね、という感じで。で、ドライヤーで乾かすときもあんまりこうしっかり熱く乾かすよりちょっと距離を離して優しく乾かしてあげた方が、まああんまりドライヤーを使わん方がこう確実かなとは僕は思ってます。私は。あんまりこうね、で、夏場なんかもね、なんかこうしっかりとくっつきすぎてなかなかこうマスキング液が取れなかったりすることもあったりするので、山とかももう一回、そしてこうすすきなんかも明るい色を塗ったまた上に、これはもう本当に僕は油絵描きなんで、やっぱ構造を作るということをやっていくタイプの人間ですね。絵の具の重層構造という構造を作っていくということをやっていくので、そういうことがどうしても頭にあるので、こういうマスキング液とか使うときはそういう重層構造を考えてしまいます。ね。まあ、暗い色をどんどん重ねていくというのもあるんですけど、こう塗り残して、それはマスキング液によって塗り残して、で、またこう隙間のところに絵の具がまた入っていってとか、1層のとこ、2層のとこみたいな感じで、ドライヤーで乾かしていってます。で、これで、次は1層目、2層目を塗って、マスキング液を2回やって、で、2層目の仕事をしているということで、少しこう、で、こういうところ見ていただくと、こう、絵の具をしっかりとこう、入り込ますような感じで、イメージでっていう風にやらないと、ただ、ざわっとか描いてしまっただけ、まあそういうところもあっていいんですよ。もちろんそういうところも私も作ってますけど、ここはちょっとぐーっと絵の具をこう、中に入れてやるぜ、みたいな気持ちでやったりしたところというのはなんかマスキング液を外した時に効果が結構はっきりと出てきます。こういうところがこうあんまり失敗しないコツかなと思います。だから絵の具をしっかり置くという感覚と、まあ、水をある程度多めに置いておいてちゃんとこうマスキング液の中に入っておいてそこにグッと入れるみたいな感覚を持たれると、非常に良くなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとそういうことも皆さん覚えられてみてはどうでしょうか。という感じで少しずつ、密度を上げていきながら、この隙間のところに絵の具を入れたりとか、水平線みたいなのがあったらそういうとこビューっと入れてみたりとか、この辺は手前に折った鴨ですね。白鳥さんがこう飛来する場所ということで、そういう、なんていうとこかちょっとよくわかってませんけど、たまたま通りかかって、ここええかもと思ったら、たまたま白鳥が飛来する場所って書いてあって、ああ、そうなんや、やっぱりそうか、みたいな感じで、なんかそういう嗅覚があるのか、私も取材をふらふらしていると、なんとなくね、そういうところがあるのか見つけることができたりします。そして山の方とかも一番初めに塗ったマスキングのところっていうのは白い紙の字が残ってる。そして、また絵の具を薄く塗って2回目のところっていうのは薄い絵の具が塗られた上にまたマスキングでまたその上に絵の具が塗られてるということで、すごくそれだけでも複雑になりますね。
で、そしてこれちょっと山に、雲がかかっていたので、少しね、これ霧吹きでシュシュシュとそのあたりだけ霧吹きでして、ちょっとこう雲をにじますように描いてきました。わかりますかね。ちょっと水が濡れた状態に少し絵の具を置いていくと滲んだりしますよね。そういうことを今していったというところでございます。そして水平の動きをしながら、上のこう水面に上の何かモチーフが映っていたりすると思うんですけど、そういうところもちょっとこうよく見てあげて、描いてください。ちょっと遊びをスパッタリングとかもしてみたりとか、これはですね、何ですか、激落ちくんですね。コンビニエンスストアとかにも売ってますけど、それにちょっと綺麗な水つけて、コシコシとすると絵の具は取れます。ただ紙自体は若干傷みますのでやりすぎないことですね。水彩で失敗して消したいという時は、これが一番かなというふうに思います。筆に水をつけてジュクジュクジュクとこする方法もありますけども、一番こうしっかり取れるのはこれです。ただ細かいところみたいなのはなかなかできないので、ちょっとそこは注意してください。そしてこう前景もザクザクと大きめに描いておいて、そして、中景の方の葉っぱとかを描きながら、こう、ちょっとこう、硬い筆とか豚毛の筆みたいなのを毛先をギュッとして、で、そこの毛先に絵の具をペンペンペンとつけてこう叩いたりもしたりしていってますし、こうやって筆自体で描いていくということもしていったりとかしています。ね、こういうところは、こんな細かいことでけへんわーって言うてはる人も多いかもしれませんが、頑張ってほしいなというふうに思います。思うわけでございます。そしてこう、ちょと描いていきながら、まだマスキング液剥がしていないので、このブルーみたいなのがちょっと目立ちますけど、マスキング液を剥がさずにちょっと描いていってますよ。ちょん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 という感じで、ディティールも描きつつ、全体のバランスを見ながらですね、そこのところというのは大事かなと思います。どこか局部的に描くという絵もあっていいんですよ。そこから完成していくという絵もあっていいけど、こうスケッチとかに対応できる、現場で対応できるためには全体のバランスというのを常に見るという目を持つことがあってもいいかなというふうに思います。これなかなかね、現場で、僕もライブ配信とかで現場でもう20分しかないとか、これは寒いからあかん、時間あれんぞとか、ね、日が沈むぞとか、なんとなくそういうのをもうシミュレーションのミソでした。そしてマスキング液を剥がしていってます。ようやくですね、完全に乾いてからね、もうここは2時間ぐらい間空けるぐらいの気持ちでご飯食べるとかね、お昼寝するとかね、パチンコ行くとかね、買い物行くとか、なんか絶対間をボンと開けた方がいいですよ。ドライヤーで乾かしてもいいとは思うんですけど、ちょっとその辺は散歩しようかなぐらいの、ちょっと時間をしっかり空けてあげてもいいかなと。で、僕はこういうふうに何ですか。手袋ですね。ホームセンターなどで売ってるこういうゴム手袋で、消して、取っていきます。なかなかやってる人はいないかもしれないですけど、私のこれやり方ですけど、そういうラバーみたいなの売ってるんですね。靴底みたいな白っぽい、こう、マスキング液を剥がす。それでもちろんいいと思いますけど、僕はそういうの買ってもすぐなくすんですよ。もうダメ人間ですよね。そして今またこれ拭き取ってます。空のところの雲のエッジがどうしてもやっぱ出てしまったので、ちょっと柔らかくするところというのをこういう激落ちくんみたいなんでこう拭き取っていっております。こういうふうにですね、皆さんもこういう使い方をされてみてはどうでしょうか。ちょん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 と塗って、消していっております。それで雲の雰囲気みたいなの出てくるんじゃないかなと。そして細かい描写をちょっと早送りでお見せしながら細かい描写をしたりとか、後ろの山々全然見せてませんけど、一番最後の方にこんな細かく書いてあったんやっていうところもお見せしようと思っておりますので、冬のちょっと物寂しい感じの風景かもしれませんけども、それはそれでね、哀愁があって僕は好きやったりします。ね、もう新緑のとか何々のとか秋のめっちゃ綺麗なっていうのももちろんいいですけどね、一年中やっぱり絵を描いていたいわけですよね。私もそうですけども、そういう雰囲気を、こういうのは本当に隙間を描いていったりもしてます。ちょっと細かい描写見せればよかったですね。この辺は白を入れた絵の具で描いていってます。ポスターカラーとか、今回ちょっとポスターカラーではなくて、もともと透明水彩絵の具セットに入っている不透明の絵の具を白ですね、を使いました。チャイニーズホワイトというやつを使って、少しそれになんか黄土色的なイエローかみたいな色とかを混ぜたりとかして、描いていってます。ちょっと明るい、不透明と呼ばれるガッシュみたいな感じですね。ガッシュというのは不透明っていう意味なんですけど、そういうのとかで、あとは点描をペンペンペン、ここの辺の枯葉なんていうのは暗い色だけでずっと描いていってましたけど、その上にちょっと明るめの赤っぽいような感じの茶色、バーンとシェンナみたいな色で
ちゃんと描いていったりしました。で、こんな感じで少し密度が上がっていて、いろんなこう葉っぱがクロスしながら、塗り残したものとか、暗い色でこう隙間を、マスキング液の隙間に入っていったものとか、描いてそういう隙間を描いたものとか、明るい色で上から描いたものとか、もういろんなパターンですね、を描いていきました。この辺も水面を描いたり、カモちゃんらしく雰囲気で、僕はもう実は動物苦手なんですね。バレてるかもしれませんけど、動物とか苦手で、一匹こう丁寧に描けばいいんですけどね。はい、鴨は美味しいですよ。美味しいとか言っちゃいかんですか？はい。そしてこの辺山のね、向こうに見える、どちらになるんですかね。なんて言うんですか。本当に長野県美しいですね。まあ僕は、どっちかちゅうと、奈良県という海のないところで育って、やっぱ海があるところに憧れていて、今いる九州のとあるところは、やっぱ海があってお魚とかも美味しいですけど、ここはここでやっぱ水が美味しくてね、お蕎麦が美味しいですよって言われて、確かにお蕎麦美味しかったです。水がここまで綺麗かというのをちょっと驚きました。またぜひぜひ行きたいななんていうふうに思います。いやね、この辺こんな感じで密度を上げていってるんですよということで、お届けをしております。ぜひぜひ冬のですね、景色とかも、描いてみられてはどうでしょうか。まあちょっと寂しいかもなっていう感じかもしれませんけど、それはそれで絵になりますからね。はい、それで最後ちょっと早送りをしながらお見せしていっております。皆さんもぜひぜひ、頑張って冬の景色も描かれていっていただければというふうに思います。これからもよかったらご視聴いただければと思います。細かい描写をちょこちょことしてサインを入れます。そしてマスキングテープを剥がして大ぎそ品よくね、書いております。本日もご視聴ありがとうございました。